皆様こんばんは。今回モデレーターを務めます長谷川と申します。今回は産業とアートのいい関係といういう言葉と見えない力を照らすという、言葉がついてるんですけれども、やっぱりその産業って言った時に皆さんそこからいろんなものが生まれてくるプロダクト、エネルギーにしてもそうなんですが、自分たちが日頃使っている製品とかエネルギーが一体どうやって作られてきて、どういうふうな手順で自分たちのものに運ばれているか、そういうことを多分意識的にお考えになる方がすごく少ないんではないかと思います。ですので今エコロジーの問題が多くなった時に、やっぱりその自分たちのその周りを取り巻いている、エコロジーの関係性というものをどうやって、理解して知っていくことが非常に大切ということを今言われていて、見える化していく。だから本当にそういう意味では人新世をテーマにしたアクターネットワーク論を作られたブルーノ・ラトール先生がおっしゃっていた、いわゆるダークルームに入っているものを見える化することによって、私たちはさまざまな問題を自分の問題と共有していくことができるんではないか。で、そのために芸術というのは非常に必要なんではないかということをおっしゃっていました。ちょっとそういう考えに基づいて、今回はこういうお二人に来ていただいて、伊藤さんは本当に今回初めてのビジネスマンをお呼びしたということで、本当ありがとうございます。今までは本当に霊長類研究所の方とか科学者とか本当にその国際政治の専門とかいろいろ方をお呼びしてきたんですけれども、ビジネスマン初めてということで、そういう意味で新しいタイプのビジネス経済の考え方ということも今回お話しいただけるのではないかと思います。で、私がいろいろ喋るよりも、やっぱり伊藤さん、まず本当に玉野市で、新しいその蓄電ということで、そういうビジネスを始められて、それ自体が非常にエコロジカルな、考えに基づいているんですけれども、やっぱりそこで、どういうところを環境にして工場を作っていくのか、その工場そのものが、人がやってきて、その工場を体験できる、あるいは働いている人たちがある意味モチベーションを上げていけるようなそういう場所にするための、非常に意識的に建築家の方さん瀬島さんをお呼びになって、ある意味で美学と環境とそして風景の中の一つの建築空間としての工場という、そういう考え方を持たれて、その先に産業芸術祭ができるんではないかと、考えられている、いろんな意味で新しい発想を次々とつなげていかれる方です。で本間さんは一方で皆さんご存知のように、そのサバービアンというその、一世を風靡したそのいわゆる郊外、新しい場所に建物がこうやってできていって、全くそういうその世界しか知らない新世界が出てきた時に、そこにどういうふうなコスモロジーが生まれてくるのか。だから建築と、都市とそして空間と、そこに人々に住んだそこに生まれてくる人々の意識みたいなことについて、非常に透明な視点を今ずっと持って、特に建築の捉え方ですね、そこの中にいろいろなコノテーションを取ってらっしゃる方です。で、最近有名なこの今ここにあるすごい本当これでエクササイズできそうな重量感のある本なんですけれども、これは東京オリンピックの時のスタジアムが、できていくプロセスをその時に変貌していく東京の街を3年間にわたって撮り続けられたもので、非常にそういう意味で私たちが一つの建物だけではない、そこにまつわるいろいろなものが関わっていて、どのようにものが変わっていくのかということについて捉えたものです。で、このお二人に今日お話ししていただくということで、非常に私も楽しみにしておりますけれども、それがいい関係だけでなくていろんな意味で新しい関係になっていけるように、今回のトークお楽しみいただければと思います。では最初伊藤さんの方からご説明発表お願いいたします。はい、ご紹介に預かりました。ちょっと場違いなビジネスマンの伊藤でございます。本日はですね、ちょっと私の自己紹介を兼ねて、何をやっているかを、クイックにご紹介した上で、ここに呼んでいただいているのかもしれない理由、と思える、その我々が、産業を実は産業芸術祭っていうのをちょっと計画しててですね、このあたりの、ご紹介を非常にクイックにさせていただければと思います。私、パワー X という会社をやっております。次のページお願いします。永遠にエネルギーに困らない地球というのをテーマに、行っています。で、もうベンチャーです。4年前に作った会社です。
でこちらが株主様なんですが、突然工場を作って突然大きな電池作って突然インフラやってますんで、お金がたくさん必要でございました。で今194億調達して借入枠も70億を持って今、このビジネスが創業できておりまして、おかげさまで極めて今安定創業まで、なんとか来ることができました。でいろいろ書いてあるんですけれども、このベスという言葉、皆さんあんまりご覧になってないかもしれませんが、今ですね、大型蓄電池がものすごい必要なんです。で大きな電池を作ってそれを、売る。でもそれって結局エネルギーを貯める装置なので、エネルギー会社を目指すということになります。ちょっと説明します。次のページお願いします。まず日本のエネルギーってどうなってるかと言いますと、ビジネスマンライクな資料がずっと続いてて恐縮なんですが、今電気はですね、どんどんこれから需要が増えると、AI とかデータセンターとかどんどん増えます。で次のページで、その割にはですね、日本の実は我々が今こうやって何気なく使っているエネルギーのなんと 12% しか自分で作れない、ものすごい珍しい先進国です。次のページ見ていただくと、アメリカと比べましょう。アメリカはエネルギー自給率 106%。なので政権が交代すると石油だの石炭だのって言えるんですね。いくらでも掘ればあるから。日本は石油も石炭もガスもないです。実は日本にあるのって、実は再エネと原発しかないんです。で再エネと原発は日本で作れて、でそれ以外のものは日本で作れない。でそれをやってないので今自給率が 12%。でこれに今30兆円ぐらいかけてガスと石油と石炭を入れてなんとかこの電気をつけて回している国です。でまさにその石油と石炭ってどっから来るのかというと、今一番いつも地政学的リスクが高いと言われている、まさに東シナ海とかに船が通って到着して、その石油を燃やしてこの電気がついてるわけです。これずっと持続することができないんですね。次のページ見ていただくと、そのために政府は今から主電源を再エネにするという大きな方針転換を今年やったばっかりです。なんで15年後の主電源は石油でも石炭でもガスでもなく再エネだと。で再エネの次に原発だというのが今の政府の最新の方針でなったばっかりです。でその再エネというのは日本では太陽光なんです。結局じゃあ太陽は夜この時間もうないですね。だから太陽光をいくら増やしてもこの時間の電気は増えないんです。なので電池が必要なんです。なので太陽光の電気を電池に貯めてこの時間に使うために私は会社を作りまして、その大型電池を作るメーカーをやっています。でこれカリフォルニアなんですけれども、見ていただくとこれカリフォルニアの今です。で横軸が1日なんですけど、昼間全部太陽で夜の右上赤くなってますですね、バッテリーって書いてますけど、もはやカリフォルニアのこの時間帯の主電源電池です。なので本当にこうなるんですね。なのでこういう街が全部電池で動くようなことがまさにもう海外では起きていて、日本もこれをやりますよと言ってますので、この電池を誰がいつどうやって作ってどうやって制御するかが今すごいホットトピックなんです。でそういう意味では我々実は、すごい数少ない日本の会社なんです。同じような商品作ってるのは国内ではもう1社しかありません。なんかいろんな会社がありそうなんですよね、電池っていうと。でも軽統用の大型電池ってパワー X と GS 湯浅さんの2社しか作ってなくて、あとは全部輸入品なんです。これだけ主電源になって町の電気の3割4割預かる電源を輸入品で制御ができないもので動かすわけにいかないよねということで、日本で製造するべきだということで、我々は工場から全部自分たちで作ってやってきております。で今私どものお客様なんですが、まさに一流企業様にご導入をいただいて大量に今電池を作ってます。ということで工場です。でこの工場は今から10年、場合によっては20年ずっと忙しいはずです。10年20年忙しいということは10年20年後も採用を続けなきゃいけないんですね。で今の日本ですとブルーカラーの仕事が著しく人が足りなくなると私は思います。 AI のおかげで新卒で丸の内で働く人が少し取れなくても多分なんとかなります。でも工場で働いてくれる人は取れなかったらどうにもなりません。やっぱロボットにまだ託せない。その時に私の考えでは、実は次の世代のエリートって大学を出て現場で働ける資格者が結構なエリートで、丸の内の人と同じ年収になるんじゃないかと思いました。
その時にじゃあどんな工場、今から新設でせっかく作るんで、どんな工場だとそういう人が来てくれて、そういう人が東京に出ていかないで岡山の玉野に残ろう、また玉野で勤めようと思ってくれるんだろうかと思ってゼロから作るんで、瀬島先生にもう全くあんたは誰だという立場の私がなんとかお願いして受けていただいたことにもう感謝しかないわけです。で、工場自体はですね、これまだ物を入れる前の時の、建築を今日お見せしたかったんで写真になってまして、ものすごく綺麗に仕上げていただくことができまして、今まさにこんな風景で生産をしています。もともとあった建物を瀬島先生がもう一回改築してくださって、実は360度全部窓がついてます。で、窓をつけた理由はですね、この隣にオフィス棟を入れる当初予定だったんですけれども、オフィスの人も工場の人も目が合うようにしてくださいっていうのが私のお願いでして、やっぱりホワイトカラーが偉くてブルーカラーが偉くない時代はもう終わっていて、みんな一緒で一つの屋根の下で新しい働き方を挑戦する工場を作りたい。なので工場にお金をかけたい、工場をきれいにしたい、ここで、憧れて働いてくれる人を増やしたいと思ってですね、そしたら瀬島先生は内装もちろん全部建築してくださった上に、工場の設備の色もですね選んでもらいまして、カラーも統一して今一般公開しておりますので、ぜひ機会があったら、ちょっと遠いんですけれども見に来てください。はい、これが建物の全貌です。もともとあった建物なので、屋根の上に太陽光を集約させまして、この建物はうちの電池と太陽光がセットで動いていて、完全脱炭素で物が作れるようになっています。で、下がご覧いただいた通り全部全周窓になってます。で、次のページで中身はこんな感じで、動画が次のページにありますので、こういう感じでこの箱になっているのはこれはうちの製品で電池でございます。で、こういう電池を生産ライン組んでこの工場の屋根の下で今作って全国へ出荷しております。で、次のページはですね、この大きい製品は大きさがうちの工場の中で作れないので近くの工場を借りてるんですが、これを実は1箇所に集約する予定でございますので、数年後はまた今の工場を増床してこれを作る予定でございますが、今まさに組み立ててるのが電池です。で、こんな大きいんです。私が申し上げている電池ってこのサイズでございまして、巨大な電池をブワーッと組み上げていって、通信線、コンタクターだったりいろんな安全装置をつけて重放電して工場から出ていくと。このタイムラプス5日間なんで1日1台今作っていて、この工場今フル生産中です。で、出来上がるとこんな感じなんです。何にも変哲がなさそうなんですが、こういう電池が3台、これで数百世帯分の1日の電池が電気が賄えるんですけれども、この蓄電所っていうんですが、これを全国にたくさん今設置しております。で、さらに太陽光発電、これも太陽光の隣にも電池を入れる時代になってまして、まさにこういった超大型太陽光発電所にもうちの電池が併設されて、昼間の太陽光を実は昼間もう売らないんですね。電池に貯めといて夕方売るっていうようなビジネスになっています。次のページお願いします。ということで今日お話し差し上げたいのは、実は新しい試みをやってます。瀬戸内産業芸術祭という全く新しい芸術祭を来年の夏には正式にローンチしたいというふうに考えています。で、検索していて Google で検索していただくとホームページがあって、今からご紹介する動画等は全部出てますので、機会があったらまた見てください。で、瀬戸内産業芸術祭は何なのかと言いますと、産業がですね、どんどん東京に住んでいると身近じゃなくなって遠いんです。私子供が3人いて、子供連れて全国行くんですけど、じゃあどっか北海道行ったり九州行ったりとかしても、子供と一緒に行ける観光地を検索すると、どこ行っても水族館です。水族館と動物園と遊園地です。なんで日本のどこ行ってもなんとなく同じ感じになるんです。で、この夏休みの期間はみんな東京の子供はプログラミング教室に行きます。で、みんないい大学目指して最後どっか商社か銀行か勤めようと必死になります。で、どんどんものづくりじゃないんです。で、ものづくりをしないと国内総生産 GDP は上がんないんですね。でもすごい遠いんです。今身近じゃない。じゃあ工場見学行こうと言ってもですね、工場見学普通に行くと面白くないです、正直。で、工場見学を面白くしてコンテンツにしたら、ひょっとしてこれって工場自体が分散型美術館のように
一個ずつその土地の特色とその会社の特色が出て面白くできるんじゃないかと。ただですね、じゃあ例えばこの後出てくるんですが、塩の工場ってほとんどがパイプとタンクなんです。なので普通に工場見学子供といってもパイプとタンクだけ見て、で難しい説明聞いて多分面白くないんです。面白くしてくれるのがアートだと。なんでアートを入れて塩の本質を理解して、そのアートを見てすごいなんかこう気持ちが上がった状態でパイプとかタンク見るとかっこよく見えるんですね。で電池も一緒なんです。電池ってそもそも社会にどういうことをするのかっていうのをインスタレーションで見た後工場を回ると、あ、これってすごい価値があるよねと。で最後出てくるんです。3社やったんです。エンジンなんですけど、船のエンジン屋さんで精度がものすごい大切な町工場なんですけれども、これもやっぱりアートの力を借りてプレゼンしました。で実は3日間だけテスト開催これやりまして、一般公開したんです。3つの工場を。まず1つ目、これがですね塩なんですけれども、まず体育館真っ黒にして、その中に入るとこれ窯の中の映像を巨大なディスプレイに出しました。で本間隆間違えた高橋さん山本元井さんのアートで、全然違う、ごめんなさい、もうなんかね頭が、元井さんのアートで、まさにここで作られたアートを、塩を使って作品を入れてもらったんです。でこれを真っ暗な彼らが持ってた体育館の中でアートを見せた後、工場の中を回るっていう形でして、今の体育館一瞬映ってましたけれども、でこうやってアートを入れてもらってですね、なんでこの何にもない玉野の、塩田に来ると、突然バーンとこのアートがあって、窯の中の映像が巨大な白黒のディスプレイで窯の中が見れて、こういう感じですね。でそれを見て静かにこのアートを見た後、工場見学を回って、で最後実は塩が作られる工程を全部見学して、最後お出汁が出てきてですね、でそこで作ってる塩を振りかけて、冬だったんでいただいて帰るっていうことをやりました。これバスで、1台ずつ来られてですね、なんでそのアートを見て、こう気分が上がってからのこれを見るとですね、ものすごく工場がこう塩というものに対する付加価値を感じるんですね。神秘的なところとか海から生まれるとかいろんなこと考え直すんで、ものすごくやっぱり、引き立ったと。で次の、動画がですね、エンジン屋さんです。でエンジン屋さんはもう0.1ミリとか 0. 何ミリの精度で作ったエンジンなんですけれども、エンジン屋さんにアーティストが発注をして自分でこれ作ったんですね。ピストンなんですけれども空気椅子なんです。なんで工場の中に椅子が置いてあって、そこに座るとその椅子はその工場が作っていて、空気を入れるとピストン屋さんなんで上がったり下がったりするんですね。でものすごい精度にこの椅子を作んないと上がったり下がったりできないんです。右側だけが偏ったりとか左側が偏ったりで詰まっちゃうんですけれども、ものすごい精度を持ってるんで、ピストン椅子をアーティストが考えて、でこの工場が自分で作って自分の工場に設置して、そのピストンの精度を一発で分かってもらえるような作品になってます。なんでここへ来られた方はこの椅子座って上がったり下がったり面白い面白いってやるんですけど、ちょっと待てよと、これは相当な精度で作んないとこんな椅子はできなくて、あ、それを作ってる会社なんですねということで、ものすごいこう刺さるんですね。で最後は海が見えるベランダをお持ちなんで、このピストンに座ると走ってる船があるんですけれども、エンジンの音が聞こえるんです。なんでこの会社が作ったエンジン音を実際録音してきまして、ピストン椅子に座るとそこだけ座った時だけ聞こえるエンジン音でカタ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 っていうのを海を見ながら、眺めて聞こえるっていう、そういう作品が入ってます。ご覧の通りこれにすごいお金がかかるわけじゃないんですね。ちょっとした工夫とちょっとしたお金で町工場がものすごくかっこよく見えるっていうのがこの産業芸術祭の特徴です。でこれ最後パワー X に入ってるんですが、黄色い光が滞りなく光ってます。でこれは日本の電力そのもので、一瞬ポーズできますか。この黄色い光そのものが日本の電力そのもので滞りなく光ってますが、上は250個の電球で光らしてるんですね。でこの250個の電球が全部点滅してます。なんで上は点滅しているのに下はきれいに光ってる。でこれ実はまさに電気なんです。
点滅してんのが発電所なんです。太陽光だって雲が流れてきたら発電止まるんで、常に点滅しているいろんな発電をきれいに滞りなく我々の電気が停電しないように調整するのが電池の仕事で、これ調整力という作品なんです。次お願いします。ということで、これを我々の工場の一隅っこに入れておりまして、常設で展示してありまして、こういう感じで綺麗に光ってるんだけど、中の下を通るとピカ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 してることが分かるようになって、で、これをお見せした後、調整力っていうのを理解してもらって、電池の仕組みを理解した後、工場の中を探索してもらって、目に見えない電力っていうことに対する蓄電池の役割を知ってもらうと。でこれもものすごい結構受けてですね、子どもたちが遊んだりで、いろんなテレビが見に来たりとかで、結構この3社を、岡山あたりではだいぶテレビでも放送されてですね、3社ともすごく喜んでいただきました。ということですみません、長くなりましたが、こういったまさに産業と芸術を組み合わせた新しい試みで、もっと産業を身近にして、地域のことも分かってもらって、子どもからが大きくなった時にプログラミング教室してる人が起業するとソフトウェアの会社作っちゃうんですけど、こういうとこをいっぱい見てった子どもが起業したら、じゃあ僕は飛行機を作ろうとか車を作ろうとかなんか工場やろうとかっていう気になってくれないかなと思って、こんなことを始めておりますので、また機会があったらぜひご覧ください。私は芸術祭をやってキュレーターとしていろいろ説明するんですけど、これだけ有名な説明というのもなかなかなく、しかもですね、そのパワー X の先ほどの黄色いアートはちょっとウルフガングライブの花粉のような美しいミニマルアートの感じがするんですが、半分あれ伊藤さんがね、実際にアーティストとしてというかアイ実はデアは、そうなんです。あれはですね、ご自分がアーティストとしてコラボレーションされたうちという、のデザイもうそナーとこまでやる私で、かという、このマルティプルな、作りました。はい。はい、すごいと思います。はい、本当に。はい。じゃあまた今後の展開も含めて後でまたご説明していただけたらと思います。では本間さんよろしくお願いいたします。伊藤さんのお話がうますぎて喋りたくないんですけど僕は写真家なんで、一応さっきもお話あった通りに、最初に東京郊外のそこに住む人とそこの都市がどう変わっていくかっていうのから、スタートしたんですけど、その後、東京もう今都心と郊外ってもう完全に分かれてないんですよね。もうなだらかに全部つながっちゃっていて、でその後やっぱり都心を取ることになったり、やっぱりその建築に関心があってですね、それで僕と伊藤さんの共通のあれとしてはやっぱり瀬島さんっていうのがいて、僕も瀬島さんのことはもう、すごく前から、仕事していて、ちょっとそのことも絡めて、その東京郊外から、この東京オリンピア、この東京オリンピアのやつをちょっと、写真を見ていただきたいと思います。で、さっき大きい本だなって皆さんも思ったと思うんですけど、オリジナルの東京郊外が全く同じサイズなんですよね。で、そのスイスの出版社のニエブスっていう出版社のやつがその東京郊外大好きで、全く同じ仕様でやりたいってもう向こうに言われて、やったやつですね。じゃあちょっと順番に見せますけど、大体3年間ぐらいかけて、撮った、シリーズです。これまるっきり、更地の状態の、千駄ヶ谷の、国立競技場の予定地ですね。で、間にいろんな東京の風景も入ってます。これは新宿です。で、これは、汐留の、電通のビルの屋上から、特別に撮影させていただいた、湾岸地区、お台場の方ですね。で、これ国立競技場の工事が始まったところですね。やっぱりなんか写真ってなんか一枚の写真をどううまく撮るかっていうのがプロみたいな感じもあると思うんですけども、僕はどっちかというとその、過程っていうかその時間の、変化みたいな、その間に何か起きたのかっていうことの方が、興味があります。で、これはもうなくなってしまった汐留の、カプセルホテルですね。中銀。そうですね。
やっぱりその写真の役割の一つで、やっぱなくなっちゃったものを、撮っておくっていうのがあると思います。で、これは渋谷の街、光栄の上から撮った写真ですね。で、これはバンさんの渋谷のトイレをデザイナーに頼むっていうシリーズが、ありまして、東京トイレットっていうシリーズがあって、その中のうちのバンさんの、代々木公園の横にある透明のトイレですね。入ると、曇って中が見えなくなるようになってるんだけど、やっぱ結構難しいみたいで、まあまあね、故障してましたけど。これはバスタって新宿ですね。で、そのオリンピックに向けて、代々木の国立競技場も改装に入りました。で、これが、瀬島さんの模型なんですけど、瀬島さんもその国立競技場のコンペに、出したやつで、まあ、2等か3等で、採用されなかったんですけど、やっぱり僕はすごくいいなと思ってて、なんで安藤さん押さなかったのかなと思ってるんですけど。で、これはもう、オリンピック始まる前の選手村の様子ですね。もうほぼほぼ刑務所感がすごいんですけど。で、これはもうほぼほぼ出来上がっている国立競技場ですね。で、どんどん飛んで、これは宮下パークと渋谷の様子ですね。で、これ出来上がった、国立競技場ですね。で、今日ちょっと産業とアートっていうテーマだったんで、僕が関わった、それに近しい、展示の話をちょっと紹介したいんですけども、今、まさにローマのマキシっていう現代美術館でスタジアム展っていうのをやってて、これはなんかもちろん写真展だけじゃなくて、まあこれは僕の写真ですけど、なんかこういうふうに模型があったり、そのスタジアムっていうものがその都市の中で、世界中の都市の中でどのように機能してるか、どのような種類のスタジアムがあるかっていうことをまあなんか検証するっていうか、考える展示なんですよね。まだ僕も行けてないんで、細かいことがわからないんですけども、面白い企画の、展覧会だなと思いました。で、もう一個、やっぱりこれもイタリアなんですけど、ボローニャで毎年やってる、マストっていう、写真の展覧会がありまして、これはもうまさしくインダストリアと写真っていうテーマで、なんていうの、フォトフェスティバルっていうのかな。結構ボローニャの街中にもう10カ所ぐらいいろんなところに点々と、展示があって、すごくそれを見て回るだけでも本当に、楽しいフェスティバルになってます。でもう何年もやってまして、毎回なんか違ったテーマが付けられるんですね。で、僕がちょうどコロナ中に、まあちょっと落ち着いたぐらいのタイミングで、参加することになって、その時はフードっていう、テーマでした。フードと食品産業っていうテーマで、いろんな写真の、展示が行われて、で、僕はそのキュレーターと相談して、まあ、キュレーターの要請もあって、結構一時期世界中のマクドナルドの写真を建築写真として撮ってたんですね。マクドナルドって世界中同じっていうことにまあすごく抽象的に簡単に言っちゃうとそうなるじゃないですか。でもやっぱり一個一個やっぱその風土に合わせて微妙に建築も変えてあるし、なんかそういうことを、きちんと撮ったら面白いんじゃないかなと思ってやっていたシリーズが1個あります。で、これは結果、シルクスクリーンにすりまして、まあ、どんどんマクドナルドが世界中に広がっていくのと同じように、まあ、写真もいくらでも刷れるんですけど、もっと、なんていうか、マルチプルな、
作品にするためにシルクスクリーンで、いっぱい刷りました。これはフィンランドですね。やっぱ北欧、ニューヨークだったり、これはドイツですね。で、すごくそのボローニャの街中に十何箇所会場があるんですけど、僕はラッキーなことにコルビュジエの、それこそパリ万博の時に建てた建物が移築されてまして、その中で展示することが、できました。後ろにあるのはそのパリ万博時代に使った写真ですね。で、もう一個、このキュレーターがすごく、意識の高い人で、その食品産業というテーマで僕の作品を選ぶときに、一個はその工業化されたマクドナルドの建物。で、もう一個は、トレイルズっていう僕のシリーズがありまして、これは北海道の知床の鹿狩りを、テーマにした作品なんですけども、まあ今でもそうなんですけど、まあ日本中で野生の鹿が増えてます。で、やっぱりその農作物を食べちゃったりとか、あとは交通事故を起こしたりとか、まあいろいろ問題があって、環境庁が、地元のハンターに、撃ったらいくらあげるよっていう感じで、日本中で駆除してます。で、最初はもうちょっとなんか、いわゆるドキュメンタリーみたいなことを考えてたんですけど、言ってる間にその、で、漁っていうのはだいたい11月から、2月か3月ぐらい、冬だけなんですよね、やっていいのは。で、その漁が終わった後のこれ、鹿の血なんですけど、まあ残酷で気持ち悪いとも言えるんだけど、でも一方でものすごい美しいんですよね。で、その両義的な意味で、このシリーズを、撮りました。で、もう一個食品とかそういうことで関係ないんですけど、僕はその写真で日本語で真実を写すって書くじゃないですか。そのことに対して、まあちょっと、最初の頃から、疑問がありまして、絶えずこれは真実なのか、嘘なのかっていうことの間のところを、テーマにしたいと考えていまして、これ見た人が結構なんか僕がわざと血っぽくスプレーしたんじゃないかっていう人も結構いて、でもそれは本当にそう見てもらってもいいと思うし、そこで一回考えてもらいたいんですよね。これが鹿の血だからああ気持ち悪いで終わるんじゃなくて、あれこれ本当に血なのかなっていうところを見てもらったらいいかなと、思ってやったシリーズでね。でさらにそれを、困惑させるために、これ自分で描いた絵なんですけども、このトレイルズの自分の写真を、サンプリングして、絵も同時に、展示しました。それこそこれ最初に発表したのは前長谷川さんも、やられてたカナダ21世紀美術館で、個展した時に、最初に発表しました。でこの作品はちょっと実際に鹿が写っててちょっと違う作品なんですけど、これは、大きく伸ばしたプリントを漁師にもう一回打ってもらったんですよね、散弾銃で。っていうこう入れ子になった、コンセプトの作品です。でこれそのコルビュジエ館の、中の様子です。でこれビデオ作品なんですけど、その鹿狩りした後って結構山の中でやるんですけど、漁師たちは伝統的にその血が体中に回らないようにすぐ内臓を、破棄するんですよね。そうしないとその肉が食べれなくなっちゃうんで。
でそれはもう伝統的にやってることなんですけども、一応環境庁としてはそれは廃棄物、不法廃棄になるからダメなんだけど、まあ漁師は伝統的にやってるので、漁師の人にあれってどうなるんですかって僕が聞いたら、23時間で鳥が全部食べちゃうよって言って、で最初は納得したんですけど、その後4時間撮れるビデオを無人で置いて本当にそうなのかどうかを検証した作品で、でも本当にすごいんですよ。最初にカケスが、小さいカケスが僕らがいる時からチー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 つって食べるんですけど、その時点で木の上にカラスがずっとカー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 って鳴いてるんですよ。でも僕らがいたらカラスは絶対降りてこないんですよ。で僕らがいなくなって1時間経ってやっとカラスが降りてきて、でさらにびっくりしたのが、で回収してホテルで見た時にびっくりしたのが、この2時間半経ってやっとこれ鷹なんですけどが降りてきたんですよね。なんかこう強さで言ったらこの人が一番強いんだから最初に食べに来ればいいのに、完全に時間帯がカケス、カラス、鷹っていう風に分かれて、それが同居することがないんですよね。それはすごく生物学的っていうか動物学的に面白いなと、思いましたね。なんとなくまあ僕の仮説だとやっぱり頭がいいから本当に安全なのかどうかを確かめて最後に来てるんじゃないかなと思うんですよね。なんでかっていうと、前まではその狩猟に鉛の玉使っていいことになっていたんですけど、鉛の玉食べるともちろん死んじゃうんですよね。で途中から鉛の玉禁止になったんですけどなんかやっぱり本当に生きる死ぬの問題なんで、多分そういうことが関係してるんじゃないかなと、まあ僕は家庭で思ったところです。でさっきも言いましたけど、僕と伊藤さんの、一番の共通点はその瀬島さんっていうところがありまして、これ建築と、時間と瀬島和代っていう、これまた、3年ぐらい、大阪芸術大学っていうところの校舎を、瀬島さんが、作る過程を映画にしました。でまず最初に写真を見せますけど、まあ、瀬島さんらしい曲線の多い外と融合するような建築になってますね。でその期間3、4ヶ月に1回ぐらい瀬島さんに会ってインタビューしたり、模型の、進捗を撮影したりしましたね。で僕は建築ももちろん建築そのものももちろん興味があるんですけど、建築模型っていう存在にすごく、興味がありまして、日本の建築家ってもう世界でも異質に建築模型をいっぱい作るんですよね。で瀬島事務所も本当にいっぱい作るんですよね。でも結局最後は全部ゴミで捨てちゃうんですけど、で前の名建築って言われている丹下さんの、模型とかも全部結局ポンピドーセンターが買ったんですよ。それでポンピドーセンターが、の所蔵になってて、やっぱ日本での美術館だとやっぱりそこの建築模型に価値を置かないっていうか、なんかそこがすごく面白くて、今例えば丹下さんの建築模型とかを何かで使おうとすると、なぜかポンピドーセンターに許可を取らなきゃいけないっていう不思議なことになってます。でちょっとこれトレーラーが YouTube にあったんで、これ前の引っ越す時の事務所ですね。まあ、考え方としてなんとなくその進学科棟の場所っていうのが丘の一部のような形で、遠くからも見えるし、そこを学生の方々がこう使った時にはもう一回みんなが集まれる広場みたいな場所だし、ちょっと登ると、街の方を眺めることができるようなものを作ろうっていうことがまあ決めたことで。
建築ってやっぱりなんかすごい抽象的に考えるとことすごい具体的に考えるとこ両方がこう行ったり来たりする必要があるなと思ってて、このラインですか、っていうかこのベニヤですか。私としてはやっぱりこう実際に空間をどう体験するかっていうのを考えるのにちっちゃくても模型の方がすごく考えやすい。今はじゃあ全体の山としたら何合目ぐらい3合目ぐらいですかね。で、今さっき言った通り、僕はこれやっぱりその瀬島さんのその3年間の記録でもあるんですけど、なんで日本の建築家はこんなに模型をいっぱい作るのかっていう裏テーマがあって、そこを結構しつこく、取って、なおかつ瀬島さんにもそのことに対して、インタビューしてあります。お二人のやっぱりご自分の世界観とかクリエーションっていうことを非常に丁寧にお話しいただいたと思うんですけれども、共通点として、私も友人である瀬島さんがいらしたと思うんですね。で伊藤さんに、どうしてその瀬島さんにしかも工場の、ああいう改良新しいデザインを頼もうと思われたかっていう、それをちょっと私は知りたいなと思ってお話しいただけますか。はい。もう建築はもうこう1個作ったらで50年60年ずっと100年とか続くものなので、もう本当に経営者として投資できるもので多分一番長いこと使う投資ですと。で永遠にエネルギーに困らない地球っていうのを我々のテーマにした時に、もう自然エネルギーしか日本においてはないんですね。で瀬島先生の建築っていうのはもう外と中が一体で、ものすごく我々って環境のことを考えなきゃいけないので、よくですね、海外の建築でものすごいハイテク環境な建物とかあるんですよ。某大手 IT 企業とかもゼロカーボンだし水も全部循環しててすんごいのがあるんですけど、そういう宇宙船みたいな中で働くと自然のことを逆に感じない、考えない。で瀬島先生の建築で外も中もほぼ一体で常に外が見えてるし、薄いしすごく素敵な華奢な作りのものが多くてですね、やっぱり自然のことを考えないと我々もういけない状態になっているので、常にそれが意識できる素晴らしい建築だと思いまして、でどことなくも常に流線形のなんか前向きな未来な感じを受けるんですね。私はもう勝手な印象ですけど、なんでそういう前向きな未来、自然を意識して我々が企業として生活するための建物っていうところではもうこの上ないというふうに思っています。ございます。で、そこでやっぱり絶えず外とつながりながら新陳代謝していくような、絶えず建物はもちろんそこにあるんだけども、中にいる人の気持ちが外との関わりでどんどん変わっていくような、そういう絶えず更新される何かを生命力を感じさせるような場所だと思うんですけど、で本間さんの方がやっぱりそのプロセスに価値を一つ見出すってことをおっしゃったのは非常に面白くて、まず絶えず変化している、街だから建物一つが建てられるわけじゃなくて、街もどんどん変わっていくっていうことも含めてのプロセス変化していくものへの一つの本間さんの関心と、やっぱり瀬島さんの建築ってのはどういうふうに何か変わるところありますか？ですね。今お二人が言われた通り、やっぱ瀬島さんは絶えずその周りの大きくズームバックして、その敷地内だけじゃなくて大きく引いたところでその建物が、そこにマッチするかどうかっていうことを考えてらっしゃると思うんですけど、なんかやっぱりそのことはその僕が都市全体を取るっていうことにものすごく、関係があると思うし、変化のことで言うとやっぱり大きい変化と小さい変化がやっぱり同時に起きてると思うんですよね。だから東京っていう街が徐々に変わっていくのと、やっぱ一個の建物がどんどん立ち上がっていくっていうのが、その違うレベルで変化っていうのが起きてて、なんか僕はそういうことに興味があるし、瀬島さんの建築はやっぱそこをものすごく、周りと関係してるんで、あの写真の対象としてはものすごく前からずっと、
一緒に仕事させてもらってるって感じですね。なんかやっぱりさっき私がすごい感動した言葉があって、伊藤さんがおっしゃった最初にアートを見るとその後で工場を見ると気持ちが上がるっていうのはすごくなんかものすごいリアリティがあったんですけど、アートの力みたいな、そこら辺について実際にお仕事されている方、工場の方たちはどうだったんでしょうか。いやもうあれです。すんごい求人倍率が高くてですね。20名採用しようと思ったら2、300人応募がありまして、ものすごい、もうで、大体面接をさせていただいて、特にエージェント使われる方なんかは、とっついてないんじゃないかなってぐらいでもうぜひ応募したいっていうのが返ってきたりですね、ものすごい人気です。でやっぱりそれってその働く人のこともものすごい考えられた設計になってまして、工場ってうるさいんですよ。いろんな機械がですね外へ置いて平気なんですけど、瀬島先生の今回作ってくださってるのは機械室にちゃんと格納されてるんで、工場の室内すごい静かなんですね。で環境も散々計算して、暑くなりすぎない寒くなりすぎないっていうのもやりましたし、これトイレもこだわってですね、工場のトイレって坪単価普通すっごい安いんですけれども、そこちゃんとこういう建物に負けない、トイレは入れてますし、やっぱりとにかく働く人のことを一生懸命考えて作っていただいてるなっていう印象はありまして、でそれがやっぱり毎日の気分向上でそれで絶対生産性上がりますから、もう人をリスペクトしないで生産性なんで絶対上がりませんので、そういう意味ではやっぱりそのアートとか建築の力っていうのはすごいと思います。試行期間でしたけど、芸術祭をやられた後でいろんな外の方がお見えになりましたよね。で、へーって言ってご自分の工場を見てらっしゃる様子で、そういうのをご覧になって工場で働いてらっしゃる方、どんな感想を持たれましたか。そうですね。先ほど2社、塩の会社と、あとエンジンの会社さんが、参加されたんですけども、アンケート結果、来場者全員もものすごい大絶賛でした。でも、それを上回っていいなと思った効果は、私が見る限り、社員の方が一番喜んでました。自分の会社ってすごいんですねみたいになりました。なんか塩を毎日作って何十年も勤めてるんでちょっと忘れてましたみたいな感じでですね、やっぱり自分の会社って捨てたもんじゃないし、いいなっていうところを改めて、でやっぱアートがあるんで自分の会社かっこいいって一番社員嬉しいんで他の人が見に来てかっこいいですねって言って帰ってくれるんで、ものすごい上がるんですね。なんで産業芸術いいなと思ったのは活性化するところがいいなと思いました。本間さんの、写真を拝見した時にやっぱり非常にストレートに人物が時々、この写真の中にも入ってるんですけれども、そこの人たちっていうのはもちろん大きく変わっていく都市の一部でもあるんですけれども、そこに一つの人間がそこに心理が現れてるんですけど、そういう町都市そのものの心理というのも本間さんの写真の中に現れてきていて、都市が生き物のように見えるっていう、だから一人の人を撮ってらっしゃるのとその方の内面と、それからもしその都市の風景そのものになんか心理とか気持ちがあるんだってそれがその現れてるなという感じがして、だからただの東京の街を自分で眺める時と本間さんの写真を見た後ではなんか全然見方が変わってくるような感じがするんですけれども、本間さんがそれを意識されてるかどうかわかんないんですが、すごいなんか有機的な捉え方をされていると思います。都市そのものが、一つのそのライフを持っているような感じの、それについては何か捉える時にいろんなことを意識されますか。人物撮る時と例えばそういう円形で都市を撮る時とか。そうですね。さっき大きいレベルと小さいレベルってあると思うんですけど、あるっていう話をしたんですけど、やっぱなんか業種とかその専門とかもやっぱすごい分かれちゃってると思うんですね今って。例えば写真家って言っても大体何が得意なんですかとか、何をお仕事にされてるんですかって聞かれることが多くて、例えばだから建築写真ですって言うともう建築以外のこと写真以外は撮らないみたいなことが一般的だし、写真家自体もやっぱり自分は建築家です、建築写真家ですとか料理写真家ですって言った方が安心するのかもしれないですよね。そういうサロンみたいのにいるみたいな感じで。でも僕はやっぱり写真っていうのは何でも撮れるっていうのが最大の特徴だと思ってるんで、僕は
運よくっていうか、まあ、建築もあれなんですけども、やっぱファッションもすごく、仕事するんで、その建築とファッションってやっぱりその僕はなんか相性がいいなと思ってて、そこをなんか分けてやる、僕の建築写真とか僕のファッション写真とかって分けてやる必要はなくて、そこをなんか混ぜた方がよりその立体的にっていうか、なんか都市の話ができるんじゃないかなっていうふうにってことは考えてますね。撮る時っていうよりもまあ編集する時に考えてます。さっきちょっと引き継ぎそのボローニャのそのキュレーターの方がすごく面白い視点を持ってらしてっていうそのフードっていうことでそのまあインダストリーとそれから写真っていうことでねフェスティバルをしててそのフードっていうことをフォーカスしましょうっていうまあそういうそのキュレーション力みたいなことあると思うんですけどやっぱりそのボローニャの展覧会をご覧になってやっぱりそういう視点っていうのがすごくいろんな意味で刺激になった部分はありましたか？ありますね。特にそのボローニャのその、展示っていうのは一応写真メインなんですよね。でもやっぱりその写真展示がもういろんな形でやられていて、なんか多分皆さんも普通に写真展って考えると、例えばこう白い空間に額があってこうやってただ並んでるだけみたいな風に思う人が多いと思うんですけど、全然違うんですよね。ものすごい立体的だし、いろんな、それでちゃんとさっきの瀬島さんの建築じゃないけど、その場所に合わせた展示をきちんとしてあるんですよね。ビジョン建そうですね。物とトレイルの展示もかっこよかったですね、そうですね。だかすごくね。らやっぱりその場所と合わせて写真展だけでもものすごく可能性ってまだまだあると思うんですけど、この前もなんかその今僕瀬戸内芸術祭で、難民の人のポートレートの展示を、高松港でやってるんで、今度夏会期と10月会期あるんでぜひ見てもらいたいんですけども、その時もやっぱりその頼んできた UNHCR の人たちはやっぱり額装どうしますかとかパネル張りしないんですかとか、なんかやっぱ写真っていうことだけでなんかすごく縮めちゃっていて、で伊藤さんご覧になってくれたらしいんですけど、そのトレーラーハウスっていうのはもう決められちゃってたんで、その中で何ができるかってことを考えて、で僕はもう写真を壁新聞みたいに貼って、でビデオインスタレーションをもう写真と同じ、重力で、やってあって、それで僕の中では一番の、メインの、作品っていうのがタブロイド版を2種類作ったんですね。でやっぱ瀬戸内芸術祭っていっぱい作品があっていろんな島回らないといけないからみんな忙しいんですよね。で見て終わり見て終わり見て終わりってなるから、じゃなくてそのタブロイド版を手に取っていただければ、そのフェリー待ってる間とか、船の中でも見れるし、で何だったら家持って帰った時に忘れててもいいんですよね。家で開いた時にこれ難民の死の対する、タブロイドなのかっていう、そこまで僕の展示だと思って、計画したやつなんですよね。見てもらってありがとうございます。すごいんですよ。コンテナの中に入ってますので、狭いんですね。で、狭くて、青いですよ。だいぶ色も結構強い色で、中に入って他の人と一緒に見ると狭いんで、ポートレートで、人の顔がドンと出てますんで、結構近いところに人の顔で難民の方のインタビューなんですけど、ものすごいパワフルでした。なので、あれは結構私、瀬戸芸の中で印象に残っておりまして、そういう意味ではあれですね、瀬戸芸も実は共通点でして、今、パワー X の工場は瀬戸芸の一環として、見に来ていただけるようになってましてですね、春会期は5月の我々途中からしか参加できなかったんですね。アートが入るのが時間かかったんで。でも8月1日からの夏会期は普通に一般公開してますので、工場見学も含めてやってますので、ぜひ見に来ていただける。でも本間さんの作品すごいインパクト僕ありました。タブロイドもみんな持って、本当に狙い通り船の中で見てました。まあ、パッとしたインパクトも大事なんです。その後のリフレクションって言って、もう一回ちゃんと自分の中に置いて考えるとがすごい大事だと思うんですけど、さっき、
伊藤さんがこの写真を見てらして、ある部分が結局相続税が払えなくて、この部分は都市の部分が風景が変わっちゃったっていうお屋敷の一部が残ってお屋敷の一部が売られてしまった、そういう話、それは細かいところまですごいご覧になってて感動したんですけど、そこで日本の風景を作ってるものと、その背景にあるいろんな法制度の話をちょっとされていて、それがすごく面白かったんで、ちょっともしその話を、雑談レベルなんですけど、それこそやっぱり日本はですね、本当最近の持論なんですけど、いい意味でですよ、いい意味で長期的に見ると非常に社会資本主義がうまくいってる国で、その心はというと我々当たり前にしてる公共インフラがすごいいいですよね。日本にずっといると分かんなくなっちゃうんですけれども、安全だし綺麗だし地下鉄も時間通りだし水道だって電気だって全く問題ないですよね。で一方で他の国に行くとものすごい格差がある国だと、本当にインフラは良くないとこもたくさんあって、でもスーパー先進国ってあるんですよね。で我々生活してると社会主義感はもちろんないんです。でも実際本当になくて、人が生きてる間は超資本主義な国なんですけれども、亡くなるとですね、相続税 60% の国なんで、次の世代にはほぼ半分以下しか渡せませんから、どんなお金持ちも3世代もあれば消えちゃうんですね、日本だと。でもその消えちゃったお金が全部税金になってまたぐるっと回って帰ってきていて、それこそが実はみんなにまた循環してるんじゃないかなというふうに思います。他の国だともうずっとお金持ちの家族が永遠お金持ちで、その人たちはすごいいい生活をして、その人たちが住んでる家のインフラすごいけれども、みんなの街のインフラはそうでもないというところがまさに違う。でさらにこの相続税を払う払わないという問題で、普通に、相続受ける方は払えなくなっちゃうんで、それも死後結構すぐ払わなきゃいけないんで、お屋敷の土地を半分にして払えるようにして残り半分相続。これをすると家がちっちゃくなってお屋敷が4軒とか3軒になっていくんですけど、これも東京の風景変えてるなっていう雑談をしておりまして、はい。すごい勉強になりますっていういろんな意味で、はい、短期では資本主義なんだけど長期では社会資本主義っていう、そういう長い目で見ていくっていう。でもこの工場のお話もそうですよね。結局直島があって、直島かっこいいと思って行かれて、あそこだったらいいかもしれないという玉野市、全然知らなかったね、全然伊藤さんとご縁なかったとこお選びになって、でそういうところが新しい展開があって、本当にそうやって進んでいくっていうのはすごい面白いと思いました。私一人で喋ってる、お互いもしお話しなくて質問とかあったらお互いにちょっと何か、はい、伊藤さんそれぞれ。そうですね。さっき雑談してる時に、それまだ決まってないから言っちゃいけないのかもしれないけど、今度候補がある工場の産業廃棄物の場所みたいなところを、さっき伊藤さんがもちろん産業とアートって言ってもかっこいいとこだけ見せるっていうのだと、アートって言いながらもプロモーションだけみたいになっちゃう可能性も危険性もあると思うんですよね。でもやっぱさっき伊藤さんがもう今見せないところを隠す時代じゃないって言われて、産業廃棄物のその場所もきちんとアートとして提出できるんじゃないかみたいなことを言われてたのに、すごくいいなと思いました。そうなんです。やっぱり我々ものすごい今いい思いをしてこうやって生活できていて、その代償は必ず自然環境とかどっかに払ってるんですね。でもこれに強制的に目を向けるっていうことはなくて、日本人的に言うと感謝の気持ちがあることで、さらに存在している代償があるんだということが分かっていることが大事なんじゃないかと思うんですね。なんで今まさに交渉中なんですけど、産業廃棄物をおやりになっている最終処理場、これをさっきの産業芸術祭に参加してもらえないかなと結構前向きにご考えいただいてるんですけど、山をもうくり抜いた状態になってます。なんで山がアイスクリームのスクープでグリッとくり抜かれて、で3メーターのコンクリがビチーッと入っててですね、もう衝撃を受けるサイズですね。我々もう普通山がくり抜かれて目の前にあるのは見たことない風景で、そこの中にもうリサイクルが絶対できなくなっちゃった産業廃棄物がそこへも永眠するんですね。でもそこを見ると、山がなくなってって思う一方で、でも我々がものすごいいい生活をしているのはまさにこういう最終処理を
まあ、もう責任持ってやんなきゃいけない。で、その地下水に入んないように3メートルのコンクリがビチャーっと引いてあるわけなんですね。だから、まあ、こういうことをしながら僕らはいい生活をしてるんだなと思うことが実は大切で、なんなら子供連れてって見せたくて。そうすると多分そこで衝撃を受けたら、じゃあ車検より先もうちょっと何年か車乗ろうかなとか、今の家リフォームでいいんじゃないかな、建て替えなくてもいいのかなとか、いろんなことを思うと思うんですよね。で、それがなんかちょっと浸透するだけで多分もっとサステナブルになるわけでして、で、なんかそれを、なんかこう人にこう、なんかデモをするようにギャーッと言うんじゃなくて、アートの力を借りてかっこよく見せてハッとさせるっていう非日常体験するってことがなんか価値があるんじゃないかなと思ったんですよでね。すね、だからゴミ処理場にいきなり連れて行くとか夢の島にいきなり見学に行くとかじゃなくってやっぱり一つ一つアブストラクションやっぱりアートってやっぱりフォーマルインフォーマルっていうフォーマルにするっていうフォームを作るっていうところでもあるのでそのことによって別のレベルの考え方に使用させていくっていうのがアートの力でもあると思うのでそういう意味では本当に重要かなと思いました。本間さんなんでね、どうですかね。さっきの本間さんの写真もそうだと思うんですよね。その本もずっと拝見してると、東京の風景がある中にまさにファッションの方々がいらっしゃって、で、あれを見てると改めて東京の先進感もあれば、謎めいた人もいらっしゃって、すごい謎感もあるし、多様性もあるし、で、なんかその人が入ってて次のページめくると、また非日常に見えました、僕には。いつも見てる東京に住んでる、いつも見てる風景なのに、やっぱりそういうこう、キュレーションされると、全然違う景色で見せてくれるっていうのはやっぱアートだなと思って。でちょっと思い出したんですけど、最初の頃瀬島さんと撮影してる時に普通に建築写真撮ってたんですけど、ある時僕が別のファッションの仕事があった時に瀬島さんの住宅を借りてファッションモデルを入れて撮ったんですよね。でそれを瀬島さんに見せたら「本間さんお願いだから私の写真の時はいつもモデル連れてきて」って言ってました。だから今までそれまで建築写真家っていうのは絶対そういうことしないからそういうもんだと思ってたと思うんだけど、こういう風に見えるんだっていうのが瀬島さんの中にやっぱあったみたいで、その後でついでに思い出したのはなんか銀座のルイ・ヴィトンの建物青木淳さんがやられた時もやっぱ僕建築ファッション写真で手前にモデル置いて撮ったんですけど、それも全然関係ないのに瀬島さんから電話がかかってきて「私の建築もああいう風に撮ってちょうだい」って言っててだからやっぱり瀬島さんはなんか分かってるんですよね。そういうもうなんか竣工写真みたいなのが意味がないっていうか、そういうことを自分たちはやってるんじゃないっていうことがあの人は分かって、言葉では僕瀬島さんがすごい一番好きなのは言葉でうまくちゃんと他の建築家みたいに言わないところが僕すごい好きで、ただただプランを説明するだけなんですよ。だからそこはものすごく信頼できるっていうかただ模型を作り続けるという、そうです何個模型が出てくるかみたいな、ですね、いや、私、なんか、自分で起業をして、その後ZOZO という会社に7年間いて、で、ZOZO にいる間、ZOZO の創業者、一緒に散々仕事させてもらった前澤さんという人はアートが大好きでいっぱい買うんですけども、なんかいろいろこう、厳密に言うとフランス哲学フランス哲学が面白くてずっとなんか一時期読んだり見たりしてたんです。でその時になんかこうこの、人生の意味みたいなとこをこうぐるぐる回る時になんか最後人が行き着くのはアートだみたいな。でアートの定義っていうのは何なんだろうと思ってずっとなんかいろんな人のやつを見てたんですけれども、なんかフランス哲学の中のアートって日常を非日常に見せてくれること。なんで絵画とかも毎日見てる風景でも水彩画にすると違って見えることによって、全然違う視点で同じ風景が見れることによって何かが開花するみたいな、そんな話だったんですね。そういう意味ではもう建築なんてまさにそうですし、でビジネスも誰も気づかなかったアイデアを誰も気づかない方法でやっていくと、ここにまた新たな企業って生まれるんですよね。それが Google だったり、要するになんか
検索してすぐに出てくるなんて誰も思いつくんだけれども、それをこう上手に最初のインターフェースでもう1個しか検索窓がなくてみたいな、ああいうしつらいでこう出してくることによってまたイノベーションが起きるわけで、なのでやっぱりそういった視点っていうのは極めて重要で、私は自分が見えてる電池なら電池の未来の景色を一人でも多くの人に伝えなきゃいけないんですね。で、伝えるときにその非日常に伝える方法ということをいろいろ考えてあげく、プレゼンテーションとかなんとかっていったときに実は建築の力も借りようと。逆に瀬島先生が作ってくださる工場から生まれた製品っていうのはもうその時点で少し人の興味が引けるわけで、なのでそういったやっぱアートとか非日常をうまく織り込んでビジネスをやっていかないと、ゼロスタートなのでかなり自分の看板作るまで大変ですから、そういう力を借りてきたっていうのが厳密に言うとなんかそういうことなのかもしれません。はい、ありがとうございます。いやまさにですね、実はすごい恥ずかしいんですけど、自分たちの中の話で人様に言うことではないんですが、私と今工場の担当の工場の建築を全部やってる人がいてですね、社内で瀬島事務所さんとやらせていただいてて、でもう一棟建ててる途中なんで、そこで議論したんですけど、これは産業遺産にしようと。要するにこの時代まさに電気だった、こういう会社が必要だった、その時にトップの建築家の方が作ってくださった、これは僕らが潰れたとしても産業遺産として残るような建物にしようねって実は言ってたばっかりでして、時代の象徴がまさになんで、なのでアメリカのベルラボラトリーの本社のですね、時の建築はやっぱ通信電話が絶頂期の時に、フランク・ロイド・ライトさんの建築でっていう、まさにそれと一緒ですよね。で、子どもたちに関してはやっぱり身近に感じるかどうかだと思います。で、ロールモデルだと思います。要するに自分もこの人になれるかもって思ってくれるかどうかなので、身近な体験をたくさんさせてあげれば、これ僕にもできんじゃないって思えばですね、結構高校生とかって無限の可能性がありますので、なのでみんな同じ大学行ってみんななんか大企業に就職すれば親が安心するからってのはいい加減やめないと、新しい会社が成功してる国ほど今伸びてます。もう BYD とかシャオミとか CATL、 中国の元ベンチャーたちがもう何十兆円企業になってて、テスラもそう、オープン AI も全部新しい会社です。 Google もそうです。20年しか経ってないです。 Google で、新しい会社が成功してる国は伸びてますんで、みんなが大企業入ったら新しい会社作る人いませんから。で、新しい会社をみんなが作るべきで、作るときに産業が身近だったらメーカー作ってくれますし、全然みんながソフトウェアとかアプリやんなくていいと思うんですよね。なのでもっと身近に感じてもらうことが僕は大事だと思います。僕は写真家なんで、いわゆる伊藤さんが言われたようなそういう変化を、ただ撮り続けるしかないと思うんですよね。で、撮った中で後から見えてくるものがあると思うし、でその子どもたちっていうのは多分僕が思うにはあんまり僕らがいろいろ言わなくても気づく子は気づくんで、むしろ心配なのはその写真とか動画とかインスタグラムとかがもう無限にイメージの氾濫になってるんで、そこの麻痺の方がちょっと心配だから、そういうものの危険性みたいなことは大人が伝えた方がいいのかなって思う感じですかね。大体こんな感じで、はい。本当に今おっしゃったことは、やっぱり実際に産業芸術祭やるにしても、その場にみんな行って、あそこに座って、で、実際見てっていうところはやっぱり匂いを嗅いでってあると思うんですね。だから先ほどのイメージの反乱に対していろんな危惧をするっていうところも、現場にとにかく行ってみて、体験して、この場所でそういうことが行われているってことを五感で感じる。
だからやっぱりセンソリーラーニングでまあ、キュレーションっていうのが今一番大事な部分なんですけれども、そういうことっていうのは今後ますます芸術祭とかそういうみんなが集まれる場を作っていく、でそこで何が起こっていくかっていうことがますます大事になってくるのかなと思います。今日お集まりいただいた皆さんもこの後ちょっとレセプションがございますので、ぜひそこら辺今日お感じになったことをお二人いてくださいますので、いろいろ質問していただければと思います。今日はどうもご清聴ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。